どうもこんにちは、じゅんきです。今回の動画では今話題のアイラインコーデについてちょっと深掘っていこうかなと思います。で、僕はね、結構前からこういう、アイラインっぽい細身なスタイリングが好きでずっとやってたんですけれども、その中で、こういうところを意識してるよっていうところだったりとか、今回動画でご紹介できればなと思っております。いろんな種類のパンツ使ったりだとか、あとはいろんなジャンルでコーディネートをいくつか組んできたので、その実例をもとにね、こだわりのポイントとか、気をつけるべきポイントだったりとか、僕が考えているところっていうのを共有していければなと思っております。今、アイラインコーデをやってる方も、アイラインが気になってて、これからやろうとしている方にも、すごく幅広くお勧めできる動画になっておりますので、ぜひですね、皆さん最後までご覧いただければと思います。ということで、早速一つ目のコーディネートから順番に見ていこうかなと思います。一つ目はですね、スキニーを使ったアイラインコーデになります。これは一番わかりやすいというか、アイラインといえばっていう、皆さんが想像しやすいアイラインコーデなんじゃないかなと思います。パンツはね、今回ディオーロームのラスターコーティングのデニムを使ってて、で、足元はサンローランパリのね、ヒールブーツを合わせております。で、上半身に関してはね、割とタイトめなものを選んでいて、ボーダーのロンティーも、上に着てるフリルのジャケットも、どちらも古着のアイテムになっております。下半身がやっぱ細い分、上半身もそれに合わせてボリュームを抑えたいってところで、結構コンパクトめなアイテムを選んでますね。でね、こういったコンパクトめなアイテムって割と現行で探すとなかなかないというか、今の時代、まだちょっとトレンドが追いついてなかったりするんで、あまり作られてないかなと思うんですけれども、僕は基本的に古着で探すことが多いですね。古着で結構ちっちゃめなサイズを探すことが、多いかなという感じです。このディオロームをベースにした着こなしとかを見てても、エリス・リマン本人のスタイルだったりとか、当時のエディ・ボーイのスタイルとか見てたらすごくわかるんですけど、彼らもやっぱその古着のアイテムを使ってたりとかしてて、こういったサイズ感のものは古着で選んであげるのがいいのかなと思います。僕みたいに身長が割とある方は結構メンズものの古着で探すと、ここまでコンパクトなものってあまり見つからないかなと思うので、レディースの古着にもご注目してみるのはありなんじゃないかなと思ってます。この動画で僕が着てるこのフリルのジャケットも実はレディースのアイテムでして、よく見るとね、この袖の長さが微妙に足りなかったりするんですけど、そこはね、インナーのこのロンティーでカバーしたりとかして、そんぐらいギリギリを攻めてもいいのかなと思ってます。やっぱりね、ボリューム感の話でたびたび話してるんですけど、一番気にするべきボリュームの部分はやっぱ肩なんですよね。この肩が張ってしまうと、一気にシルエットのバランスを取るのがすごく難しくなるので、この肩の寸法をもうギリギリを攻めてあげるっていうのがいいのかなと思います。僕がこの着てるジャケットも、肩幅が42とか41とかなんですけど、ギリギリ締めて着れるか着れないかぐらいのサイズ感で、ここに関してはもう実際の実寸よりも攻めた寸法で選んでしまっても問題はないのかなと思いますね。なのでこのコーディネートに関しては、その下半身のボリュームに合わせて、上半身のボリュームも抑えてあげるっていうことを意識してますね。で、もう一個ボリュームを抑える工夫として、ヘッドピースですね。このコーディネートでは、キャスケット、このグッチのキャスケットを被ってるんですけれども、やっぱ髪の毛のボリュームを、抑えると、より縦のね、線が強調されやすくなるので、こういったヘッドピースは持っておくと、すごくいいかなと思います。ニット帽だったりとか、キャップだったりとか、いろいろ種類はあるかなと思うんですけれども、ニット帽もキャップも、結構合わせ方を工夫しないと、割とストリートっぽい方向に寄ってしまうので、こういった、綺麗めな要素も合わせ持つ、キャスケットだったりとか、ハンチングキャップみたいな、こういうちょっと特殊なヘッドピースを持っておくのは、すごくおすすめです。であと使ってるバッグ類に関しても、ボリュームの出ないようなバッグっていうのを選んでますね。アレキサンダーワーのショルダーバッグを採用してるんですけれども、斜め掛けして、つけてもいいんですけど、それだとちょっとバッグがね、支障が出るかなと思ったので、よりその縦のラインを強調できるように、あえて片方の肩で持って、線を邪魔しないような持ち方っていうのを意識してます。で、今回ね、靴に関しては、いつも使ってるような、コンバットブーツとかではなくて、より線を強調できるような細身のヒールブーツっていうのを合わせています。ちょっとエディボーイっぽい、だいぶ寄ったスタイリングではあるんですけど、一番わかりやすいコーデなんじゃないのかなと思いますね。こういう手数が少ないコーディネートの時とかには結構平凡になりがちなので、柄物のアイテムを入れてあげるのは面白いかなと思います。今回の場合で言うと、ディオールのデニム自体がちょっと表情のある変わったデニムなので、それと、インナーのボーダーの、柄と、
あとはバッグの装飾だったりで、ポイントは出せてるのかなっていう感じですね。まあ気をつけるべきポイントとしては本当に、その上半身のボリュームかな。下半身に合わせて、上半身のボリュームをすごく抑えるっていうところ、あとは必要に応じてヘッドピースをつけたりだとかして、さらにバランスをとっていくっていうところと、あと靴のボリュームかなぐらいかなっていう感じですね。続いて2つ目はですね、スラックスを使ったアイラインコーデになります。アイラインコーデをやるってなったら、割とドレスなスタイルの方が、馴染みがあるというか、やりやすい。難易度は、比較的簡単なのかなとは思っています。僕はずっと昔からやってるスタイルで、最近ね、スラックスを使ったスタイルっていうのを、ちょっと提案できてなかったなっていうので、久しぶりに着ているわけなんですけれども、今の僕の気分だったらこうやって着るよっていう合わせで、ちょっと今回コーディネート組んでみました。パンツ、このスラックスに関しては、バイタルのスラックス、オプティモを履いてまして、シューズに関してはさっきとは違って、平ためなプラダスポーツのレザーのスニーカーを合わせております。で、上半身に関しては、シャツとジャケットで、ほんと綺麗めな感じで合わせてるんですけれども、ちょっとね、微妙にずらしてるポイントがいくつかあるので、紹介していこうかなと思います。シャツに関しても、ジャケットに関しても、割とタイトめなもの、さっきと一緒で、身幅が狭めなタイトめなものを選んでるんですが、あえて綺麗に着すぎないような意識をしてますね。ちょっとクラシックっぽいアイテムを、綺麗な感じで着ちゃうと、どうしてもスーツライクになるというか、フォーマルな感じに寄ってしまうっていうところがあって、ちょっと前の僕の気分だったら、そういうノリはすごい好きだったんですけど、今はそれよりかは結構着崩してきたいっていう気持ちがすごく強くて、なので今回に関しても、あえてシャツとかはインせずに、ちょっとだらしない感じで着てるっていう感じですね。こういったシャツとかジャケットとかのアイテムって、柄とかディテールが効いてない分、ファッション、スタイリングとして合わせてるっていうよりかは、ただ服を着てるだけっていう状態になりやすいので、そこを解決する策として、レイヤードがあるのかなと思います。よく見るとわかるんですけど、プラダの青のシャツのインナーに1枚ね、グレーの半袖の T シャツをかませてます。これがね、T シャツがないと、ほんとシンプルな感じになっちゃって、ほんと小綺麗に収まっちゃうんですけど、このグレーの T シャツがあることで、ファッションっぽい雰囲気が出るのかなと思います。着崩すっていうところが結構ポイントになってきてますね。で、それに合わせて、髪型とかに関しても、結構ラフめな感じで合わせてます。この日は、その朝起きて寝癖がある状態のまま、そのままでワックス適当にバーってつけて、ちょっと無造作な感じでスタイリングしてるんですけど、あえてこんぐらい決めすぎない方が今っぽいというか、クラシック乗りを今やるんだったら、こんぐらいの方がいいんじゃないかなって僕は思ってます。でね、このインナーのレイヤード、この首元のレイヤードに関しては大事というか、さっきのスキニーのデニムの合わせにも活かせる合わせなんですけど、やっぱこういうね、細身なスタイルをやるときって、どうしても横のボリューム感を出せない分、やっぱ着れるアイテムの数だったりとかって結構少なくなってくるんですよね。だからこそ、サイズ感がタイトめなものとか、T シャツとか、そういうシャツだったりとか、かさばらないもので、どれだけ表情をつけれるかっていうのが、コーディネートの奥行きを出せるポイントだと思います。実際にね、おしゃれな方とかの着こなしを注意してみてると、やっぱり着てる服の枚数が単純に多かったりしてるので、服の枚数を増やして、レイヤードで表情をつけていくっていうのは、意識するべきポイントなんじゃないかなと思います。これ色物のレイヤードをするときの、基本的な考え方なんですけど、僕がいつも意識していることとしては、体の内側から外側に向かっていくにつれて、色を濃くしていってあげると、すごくうまくいくと思います。今回だったら、薄めのグレーの T シャツから始まって、それよりもちょっと濃いライトブルーのシャツ。で、その上に、ちょっと暗めなグレーっていうので、ここでグラデーションになってるんですけど、それだとよりうまくいきやすいというか、レイヤードがしやすいかなと思います。インナーのね、T シャツを、濃い青にして、他でバランスを取るっていうやり方もあるんですけど、基本的には、内から外に向かうにつれて色を濃くしていくっていうことを意識すれば、大幅に事故ることはないかなと思います。何かレイヤードしてみたいよって方は、そこを意識してみるのをすごくお勧めしますね。で、パンツのこの裾の部分の、バランス感に関しては、ジャストレングスで履いても、もちろんいいんですけど、今回だったらちょっと、割とカジュアルな、気だるい感じにしたかったので、あえて
腰履きじゃないですけど、ちょっとベルトしないで、ちょっと落とし目に履いてるっていう感じですね。スラックスを使ったスタイルで、かつこの細身のスタイルをやると、こう、スーツのスタイルだったりとかがよぎってしまうので、やっぱそうならないために、レイヤードだったりとか、こう、髪型を崩したりだとか、っていうので、どうにかこうずらしていって、ファッションっぽい方向性に持っていくっていう考え方ですね。で、続いてですね、3つ目のコーディネートは、セミフレアパンツを使ったアイラインコーデです。これはね、ちょっとこう、髭がすごい、鬼フェード系のデニムを履いてるんですけど、これはまあ昔のブランドで、トルネードマートっていうブランドのデニム、フレアデニムを履いてます。まあ、いわゆるこう、鬼系ブランドに該当するんですけれども、そのブランドのデニムを履いております。昔のアイテムですね。上半身に関しては、オールドギャップのすごくタイトめな細長いグレーのフーディーに、その上から、さらに細長いバレンシアガなんですけど、これニコラ・ジェスケール時代のベージュのレザージャケットを着ています。セミフレアパンツってね、結構スキニーよりかは馴染みがあるアイテムかなとは思うんですけれども、これもバランスの取り方次第では結構難しいアイテムなのかなと思ってます。でね、なんかこういったアイラインのコーディネートって結構なんかみんな似たり寄ったりになりがちというか、暗めな色に逃げがちというかそういう、リック・オーエンスっぽい、リック・オーエンスとかキャロル・クリスチャン・ポイルとか、なんかあっち系の雰囲気に寄りがちかなと思うんですけれども、なんかそこをあえてこう明るめな色とかを選ぶことで、印象を変えてこうよっていう感じですかね。このバレンシアガのベージュのレザージャケットがすごいポイントになってますね。全体のトーンとしては、グレーベースではあるんですけれども、このベージュのレザージャケットで、色味のバランスをとってっていう感じです。で、こういったこう、フェード系のデニム、セミフレアのデニムって、昔のブランドで探すと結構形がいいもの、割と多くて、鬼系とか丸い系とか、トルネードマート日本のブランドなんですけど、そういった日本の昔のブランドで見てみると、結構こういう調子いいアイテムが出てくるかなと思います。で、これ履くときにね、ちょっと気をつけるべきポイントとしては、意外と靴だと思ってて、これに対してね、こう、普通のレザーシューズとか、あとはもう先がとんがってる靴とか、あとはレースアップのブーツとかもそうなんですけど、を合わせると、その当時のノリになりやすい。順当に鬼系っぽい感じになりやすかったりはするので、今回は、ちょっとスポーティーとか、ミリタリー要素のある、このグレーのレースアップのブーツで、若干外しているというか、ずらしてはいるんですけれども、そこの、シューズの選び方っていうのは気をつけるべきなのかなと思います。別にね、当時のノリっぽく合わせても、全然いいかなとは思うんですけれども、よりファッションっぽく、なんかこうみんなと違う感じにしたいだとか、こう、面白みのあるコーデにしたいよっていう方は、そういうところを意識して、ずらしてあげるのが大事なのかなと思いますね。こういうフェード系のアイテムって、やっぱりこう、下半身にね、ポイントが来る分、上半身のアイテムに関しては、割とシンプルめなものを選んであげるのがいいのかなと思います。今回のコーディネートでも、フーディーもレザージャケットも頭につけてる、ヘッドピースこのビギニーも結構シンプルめなものを選んではいるので、そういったところでこうバランスをとってっていう感じですかね。で、このね、バレンシアガのレザージャケットも、1日目に話した通り、これ寸法めっちゃギリギリで、肩の寸法とか僕実寸は43とかなんですけど、これはその43よりも全然ちっちゃくて、なのでこう締めて着るとだいぶ苦しいんですけど、本当は開けて着る前提で着てるっていう感じですね。現行では今全然ないんですけど、本当このバレンシアガみたいに2010年代の前半前後とかかな、のブランドを見てあげると、日本のブランドでも海外のブランドでも結構こういう身幅が細くて肩幅も狭めで着丈短くてでもそれだけは長めでみたいなバランス感のアイテム、アウター類とかインナー類とか、全般出てくるので、その時代のアイテム、その年代のアイテムを積極的に見てみるのは非常におすすめですね。どうなんだろうな、セミフレアのパンツってすごい難易度が低くてなんか履きやすいっていう風にされてますけど、なんか僕的にこう、みんなが手を出しやすくて履きやすいからこそ差別化が難しいというか、結構似たり寄ったりになりがちかなとは思うので、なんかそこをどう解消していくか、そこをどうずらしていくかっていうところが、このセミフレアのパンツを使ったアイラインコーデでは大事なポイントになってくるのかなと思いますね。で、最後4つ目は、ブーツインをしたアイラインコーデということで、これはね、アイラインコーデというよりかは、厳密にはワイラインコーデなんですけれども、
ほぼアイラインでしょうということで、今回ちょっと紹介させていただきます。パンツはね、ディオールのコーティングのデニムに対して、このエルメスのトレッキングブーツをブーツインしてるっていう合わせになりますね。で、上半身に関しては、これちょっとわかりにくいんですけど、プラダのミドル丈のコートの上から古着のボンバージャケットを合わせてるっていう感じになります。スタイリングのバランスの取り方としては、昔のラフシモンズ、初期の頃のラフシモンズだったりとか、あとイカルドティッシュのジバンシーに近いようなバランスの取り方をしています。パンツのね、半分がほぼ隠れるので、これは、全然腰履きとかはせずに、普通の正規の位置で履いてるっていう感じですね。今までのこの3つは、上半身のアイテムをいかに、ボリュームを削ぎ落とすかっていうところで結構考えてたと思うんですけれども、今回その上半身結構ボリュームがある合わせなんですけれども、それに対して下半身も、ボリュームが出るように、ブーツをブーツインして、足元のね、ボリュームを調整して、縦の線を揃えてるっていう感じですね。でね、こういったバランスの取り方をすると、どういうメリットがあるかっていうと、バッグの選択肢が増えるっていうところが大きいかなと思います。さっきみたいなね、足も削って、上半身も削ってっていう、縦の線を意識するような合わせをしてしまうと、どうしても選べるバッグの選択肢っていうのが限られてくるので、今回みたいなこういうボリュームの取るようなバランスをすると、今までのコーディネートで使えなかった、ショルダーバッグだったりとかっていう選択肢も出てくるので、そういったメリットは大きいかなと思います。今回は、ボリュームが出るようなバレンシアガのレザーのショルダーバッグを使ってます。これがね、着丈の長さが結構中途半端で、パンツが中途半端に見えるような合わせだったりすると、足がすごく極端に短く見えてしまったりだとか、下半身のバランスの取り方の難易度って一気に変わってくるんですけど、こんぐらい着丈の長いものを合わせてあげれば、そこを隠せるというか、そこのことを考えなくて済むので、そういったバランスの取り方はあるかなと思います。これに似た感じで、スカートを合わせてあげるとかも、すごいいい選択肢の一つだなと思いますね。今ね、アイラインっぽい合わせがすごく、流れが来ていて、上も下もタイトでっていうのが、多いかなと思うんですけれども、その次としては、ワイライン、今みたいな、下はタイトで、上は大きいみたいな合わせが流行って、で、その次、上も大きくて、下も大きいみたいな、オーバーサイズの流れになっていくわけなんですけれども、こういうね、ワイラインっぽい合わせは、今からやっても、面白いのかな。一個選択肢として持っておくのは面白いのかなと思います。僕ね、結構ブーツは、いろいろ持ってるんですけれども、割と持ってるブーツ、結構ブーツインしやすいものが多くて、こういったエルメスのブーツみたいに、結構この履き口が広めなものっていうのを選んであげるのがいいかなと思います。僕が持ってるブーツで、軍物のね、ミリタリー系のブーツだったりとか、ラバーブーツとか、どれも履き口が広めなものが多いので、そういったものをね、1個持っておくと、着こなしの幅が広がると思うので、すごくおすすめです。そうですね、こういった細身なパンツにしても、この足元の、靴の選び方だったりとか、どこにポイントを持ってくるかで、結構もうそのスタイリング全体のバランス感、ボリューム感っていうのが大きく変わってくるので、そういう細かいところですね。基本的にはパンツ、靴、上半身と頭部分とか、あとは体の外側のバッグとか、5箇所ですね。おおむね5箇所。大体この5箇所で、どこを足してどこを引いてっていうそのバランス感で、考えるのが、基本ベースになってくるかなっていう感じです。やっぱり上半身にボリュームが出る分、それのバランスを取らないといけないっていうところで、下半身のバランスの取り方なんですけれども、今回は、ブーツインをすることによって下半身のボリュームを調整しているっていうところがまず一つと、あとは、単にボリュームがあるものを選ぶわけではなくて、着丈の長いものを合わせた上で、その上からボリュームを作るっていうところ。着丈の長いもので、パンツの面積を少なくする。パンツを隠してあげることによって、バランスを取りやすくするっていうところが、大きいポイントなのかなと思います。はい。という感じで、アイテム別、スタイリング別に、僕なりの、アイラインコーデの、こだわりポイントだったりとか、意識しているところっていうのを紹介させていただきました。動画内でも話した、レイヤードの考え方だったりとか、あとはボリュームの取り方の考え方っていうところは、アイラインだけじゃなくて、いろんなコーデにも応用できる考え方だと思うので、ぜひですね、皆さんのこれからのスタイリングに取り入れていただければと思います。この動画がね、良いと思った方は、チャンネル登録、高評価、コメントのほど何卒よろしくお願いいたします。ということで本日は、僕なりのね、アイラインコーデの組み方、こだわってるポイントっていうのを紹介させていただきました。本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。
また次回の動画でお会いしましょう。それでは。